皇居のお堀の傍らに一本の木がある。樹齢およそ150年と言われているイチョウの木だ。100年前の関東大震災を目の当たりにし、東京中が火の海になっても生き残った数少ない木。震災を乗り越えた今も成長しているこのイチョウは震災イチョウと呼ばれ、震災後の町の復興を見守り続け、人々に勇気を与えていた。夏の終わりの東京。ある土曜日の正午ごろ、台風が日本海側にあったことにより、関東地方では強い風が吹いていた。東京の人々はこの後、歴史的な大災害が起こることなど知る由もなかった。マグニチュード 7.9 の大地震が関東を襲った。被災した家屋はおよそ29万棟、死者は10万人を超え、近代日本において史上最大規模の被害をもたらした。なぜこれほどまで被害が拡大してしまったのか。それは地震直後の火災だった。当時の東京、特に都心部では近代化が進んでいたため、崩れずに残った建物もあったが、その他の地区では江戸時代からの木造建築が数多く残っていた。江戸時代からの名残か、台所ではガスではなくかまどや七輪が使われていた。地震発生時刻が昼時であったことから、食事の準備のために火を使っている家庭も多く、これが家屋の発火に起因していた。至る所で火災が発生し、そこに台風による強い風も加わり、東京の街のおよそ 44% が瞬く間に焼け野原になってしまった。特に当時の神田区では、区内の 90% を超える家屋などの建築物が焼失してしまった。この震災での死者はおよそ10万5千人。そのうちの9割は地震そのものの被害者ではなく、地震の直後に起きた火災によるものだった。この大震災による全体の被害総額は55億円以上。当時の国家予算の4倍以上とも言われた。震災直後、国はすぐさま首都東京を立て直すため、臨時機関である帝都復興院を設けた。その当時、帝都復興院の総裁を任命された後藤新平は、関東大震災を理想的帝都建設のための絶好の機会と捉えていた。だが、それには理由があった。震災前の東京は江戸時代からの木造の建物が多く、都市の不燃化が課題となっていた。震災以前も防火令や市区改正事業などを実施し、道路の拡幅など都市の不燃化の対応を行っていたが、住民の反対などによりうまく進んでいなかった。そのため、町づくりのやり直しが課題となっていた。
復興事業では都市の不燃化の促進をするために道路、橋、電車などインフラの整備が進められた。その中でも特に大規模だったのが区画整理。震災によって失われた区域のおよそ9割に相当する3119ヘクタールの区域で行われた区画整理は、世界の都市計画史上例のない大規模な改造計画だったという。それによって現在の千代田区周辺の街並みも変わっていった。昭和通りや靖国通り、都道403号線など道幅が広く大きな幹線道路が作られた。東京の南北をつなぐ幹線第1号として計画されたのが昭和通り。現在の港区の新橋交差点から東銀座、秋葉原、上野を経由し、台東区の箕輪にある大関横丁交差点までをつなぐおよそ 8km の道路である。当初は幅72メートルの大型道路を計画していたが、予算縮小の結果、幅44メートルで建設され、1928年に完成した。なぜここまで幅広い幹線道路が必要だったのだろうか。これまでの入り組んだ道路を整理し、道幅を広げることで火災の延焼防止ができ、区画整理の大きな目的の一つである不燃化の一環を行うことができる。また震災によって列車が壊れ、人々の移動に支障が出たため、改めて車の必要性に気づき、震災後に車を導入する人が増えたからだ。他にも区内を通る幹線道路が存在する。現在の神田泉町付近で昭和通りと交差する幹線道路、靖国通り。昭和通りに次ぐ幹線第2号であり、当初の名前は大正通り。震災復興を機に幅36メートルに拡幅され、靖国神社の前を通ることから戦後に靖国通りと改名された。幹線道路を建設する上で、千代田区にはいくつか復興により建設された橋、復興橋梁が存在する。その一つが聖橋。この橋は震災後の1927年に関東大震災の復興橋梁として架けられ、北の湯島聖堂と南のニコライ聖堂という2つの聖堂を結ぶ橋として聖橋と命名された。建設当時の神田川では船が運航されており、船から見上げた時に聖橋が最も美しく見えるようにデザインされているという。その他、この常盤橋も千代田区に存在する復興橋梁の一つである。元は大橋と称され、江戸城の大手門から浅草に直接向かう本町通りに架けられていた。1926年に復興橋梁として修復されてから歩行者専用の橋となり、一帯は憩いの場となり、のどかな空気が漂っている。また他にも千代田区には後楽橋など数多くの復興橋梁が残っている。
復興の過程で人々の暮らしでは特に住居が変化した。道路を作るために区画整理がされて、狭くなった土地には多くの店舗兼用住宅が建てられた。その建物のことを看板建築と呼ぶ。今もなおその看板建築が千代田区に残っている。海老原商店。1928年、当時の店主海老原安蔵と親交のあった画家との二人三脚で制作された。それまでの伝統的な日本建築にはない平坦に設計されたファサード。和風のデザインと洋風のデザインが混同したこの時代独特のモダンなモチーフが採用されたが、不燃化を意識した作りにもなっている。外壁にはトタンなど燃えにくい素材が使用された。店舗の中はというと、内側の壁には燃えにくい素材である土壁を使用していることがわかる。住居としても優れており、商店と居住スペースを両立させる間取りに、天窓から吹き抜けを通して光を取り込む設計など、狭いながらも快適に過ごせる設計になっている。さらにその他の建物はどうか。震災後に注目されたのが鉄筋コンクリート造りの建物。震災前からコンクリートの建物はあったが、大震災に耐えダメージが少なかったことが注目されることとなった。震災後、鉄筋コンクリートで作り変えられた建物がある。その一つが神田明神。震災前は木造の神社だったが、震災で焼失してしまった。震災後も木造で作り直される神社が多い中、神田明神はコンクリート造りを採用した。1934年に当時としては画期的な鉄骨鉄筋コンクリート造り、総州漆塗りの社殿が再建された。これにより第二次世界大戦で東京は大空襲によりまたも一面焼け野原となったが、耐火構造の社殿はわずかな損傷のみで戦火を耐え抜いた。その後も建て直すことなく漆の塗り替えなどはあるが、現在も立ち続けている。他にも特徴的な復興建築として共同建築が挙げられる。共同建築とは、一つの土地に対して所有権または借地権を有する複数の人が共同で出資して建設した耐火建築のことである。その共同建築は千代田区にも存在していた。今川工事共同建築、通称九段下ビル。1927年に完成した店舗兼用住宅の建物だった。2012年、老朽化により解体されるまで85年間使われていた。その後も東京の街並みは第二次世界大戦、東京オリンピックなど大きな出来事により変化していった。今もなお人々の暮らしの安全・安心を
より豊かにするため街並みは進化し続けている。その始まりは関東大震災の復興とともにあるのであった。